最近の私のカバンの中身を紹介します。パッと開くとすぐ動画を貼り付けられるカメラです。Side by side we sway there in all the colors. Some love, lonesome love, folded on the lawn chair in all the colors. Some love. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Yoいしょ。こんにちは、えりこです。今日はですね、最近の私のカバンの中身を紹介します。いつもバッグはリュックだったりトートバッグだったりこのバッグだったり何種類か使ってるんですけど、その中でも休日とかパソコンとか作業をしなくてどこかにお出かけする時の最近使ってるバッグを紹介してみたいと思います。では早速行ってみましょう。でまずバッグから紹介します。このバッグはオブジェクツ IO っていうブランドのビークエンドカメラバッグっていうショルダーバッグです。でこのバッグずっと前から気になっていて、私普段カメラだいたいいくつか、一つは最低でも持ってってるんですけど、持っていく時にカメラバッグいいのないかなっていうふうに探した時があって、その時に気になってたバッグです。でそしたら先日このブランドの方から声をかけていただいていただきました。でこれカメラバッグなんですけど、こういうスクエアサイズになっていて、で質感もレザーを使っていてとっても上質な感じの雰囲気になってます。カメラバッグって結構黒だったり無機質な色のものが多い中で、こういうレザーで白とかあとベージュのカラーとかもあるんですけど、そういう明るいカラーを使っている女性でも普段のおしゃれとして背負えるカバンって結構珍しいなと思ってとっても気に入ってます。で開けてみるとこういう感じでかなりガバッと開くタイプになっていて、とっても取り出しやすいです。バッグの中が2つに分かれていて、少しずつちょっと幅が違います。で広い方にはレンズとかカメラを1つか2つ入れられるぐらいのサイズ感になっていて、反対側は少し狭めなので比較的薄いもの小さいものを収納できるようになってます。ポケットも充実してて、両側に2つ、1つはチャック付きのものがあって、で真ん中にもチャックが付いているので真ん中にも収納できます。普通のショルダーバッグと違うのは側面にクッション材みたいなのがついているので、これでむき出しでカメラを入れたとしても守れるような素材になっているので安心っていう感じのバッグです。背負ってみるとこんな感じです。サイズ展開が2つあって、スモールサイズとラージサイズがあるんですけど、私はラージサイズを選びました。前でも背負えるし、こんな感じでも背負えます。身軽にお出かけするときは私トートバッグが多いんですけど、トートバッグと違って体にフィットしていて、リュックのように手ぶらで自由に動きやすいので、たくさん動く時とかもとっても動きやすいかなと思います。色迷ったんですけど、結構この春の
時期に使うっていうことで、カラフルな色の服とかも多いので、この白を選ぶことにしました。どんな服にでも合うかなと思います。では早速この中身を紹介していきます。ではスマートフォンから紹介します。私が使ってるのは iPhone 17 Pro を使ってるんですけど、それにモフトのレザースマホケースと、こうやってマグネットでつく七変化スタンドっていうものをつけていつも使っています。でこれは大好きすぎて何回も動画で紹介してるんですけど、多分2年ぐらいは使ってるんじゃないかなと思います。でそれこそさっきのオブジェクツ IO のバッグと同じような素材感なんですけど、レザーでできています。で上質な感じの雰囲気で、これがとってもお気に入りなのと、それに合わせてこのスタンドがつけれるので、セットでコーディネートできるのがいいなと思って合わせて使ってます。で特に気に入ってるのがこの七変化スタンド。こうマグネットでつくんですけど、こういう感じで少し高さを上げられて、普通にこう縦で装着できるし、横にしても見れるので、なんかネットフリックスとか見たいときはこういう風に横にして見るようにしてます。でカメラを使う時も便利で、このままこう自撮りしたい時にこう普通だとこれぐらいの高さなんですけど、ちょっと上げられて、で角度も自由にできるので、友達と一緒に写真を撮る時とかもこれでタイマーをつけて自撮りとかすれば普通に綺麗に撮れたりとか、あとライブ配信とかする時もとっても便利です。七変化スタンド2タイプあるんですけど、7-in-1 っていうのと 8-in-1 っていうのがあって、最近私は 8-in-1 っていう方に切り替えました。で何の違いがあるかというと、スタンドの他にここにカードが入れられるんですね。で最近パーソナルジムに行ってて、それのスタンプカードみたいなのがあるので、それをここに入れて使ってます。1つぐらいここに入れておけるので、ポイントカードとかクレジットカードとか名刺とか、そういったものを自由にここに入れて使うことができます。これ一つあればとりあえずこう出かけて快適に使えるっていうので、私はもうずっとこのモフトのスタンドがお気に入りです。ちなみにスマホストラップも夏の時期とかつけてるんですけど、モフトじゃなくてトポロジーっていうブランドのものを使ってます。で次はこの無印の 300ml のボトルです。最近ダイエット頑張ってまして、で1日2リットルお水を飲むのが目標なので、いつでもお水を飲めるようにボトルを持ち歩いてます。で普段は 600ml のキントのアクティブボトルみたいなの使ってるんですけど、ちょっとお出かけしたい時はそれだと少し大きすぎるので、この 300ml のがいいんじゃないかなと思って最近購入しました。ちょうどこのオブジェクトのバッグにもいい感じにこう入るサイズなので、とっても気に入ってます。で次はこのブックポーチです。ブックポーチの中にはいつもその時読んでる小説と、あとはちょっとしたノートとペンが入ってます。移動中電車の中とかでなるべく小説を読もうと思って読む時間を作ってるので、常にブックポーチは持ち歩いてます。でちょっと前までイソップのバッグを使ってたんですけど、この前ソウルに行った時にこのクオールっていう雑貨屋さんに行ったら好みのブックポーチがあったので、それを購入しました。ブラウンの色味が可愛いのと、あとこう入り口がちょっとゴムになってて、ここに小説とさっきのノートがぴったり入るぐらいの、文庫本がぴったり入るぐらいのサイズ感です。そのまま本をバッグに入れると結構めくれちゃったりとかして汚くなっちゃうので、このブックポーチに入れて綺麗なまま読めるようにしています。ちなみに最近読んでるのは原田マハさんのリボルバーっていう小説です。先月はたゆたえども沈まずっていう同じく原田マハさんの小説読んでたんですけど、それの流れでこのリボルバーが次絶対おすすめですっていう風に視聴者さんにコメントで教えていただいて、そのままリボルバー読み始めました。原田マハさんの小説はとっても美術館に行きたくなるなっていう物語がとっても多いので、最近とってもハマってます。でしおりもたくさん持ってて、最近はこの自分で織物して作ったしおりがあるので、それを使うようにしてます。
ちょっと愛着が湧いて好きなのと、なんかこのリボルバーの装丁、ひまわりの絵画のなんか色味に似てるなと思ってちょっと使ってみてます。でこれノートはペティットグラムかな、パリに旅行行った時に購入したなんかね北欧チックなイラストが描かれたノートと、でサラさんのブルーグレーっていう色のペンが色味気に入ってて、ちょっとこれ愛用してます。ちょっとした時にちょっと描きたいなっていう時あるんですけど、こう身軽に行きたいってなると普段使ってるロルバーンは少し重たいので、それよりももう軽い、そういう時は重さをほぼ感じないぐらいの薄いノートを持ち歩いてます。で次はこのグリーンの巾着ポーチの中身を紹介します。この巾着はエチケットポーチみたいな感じになってて、ハンドクリームとかハンカチとかこまごましてて常に持ち歩くものをこの中に入れてます。で普段気分によってバッグをいろいろ使い分けてるので、なんかそんな時にすぐ違うバッグに移動できるように、なるべくポーチとか小分けして小物を収納しておいて移動するようにしてます。そうするとすぐ違うバッグでいけるのでとっても便利です。で中身はこんな感じで、まず巾着はキティバニーポニーっていう、これも韓国のブランドの巾着を使ってます。韓国のブランドなんですけど、少しこうテキスタイルの模様が北欧っぽいデザインで素朴なデザインが可愛いなと思ってずっとこれを愛用してます。ハンドクリームはイソップの紫色のものを使ってます。エレオスアロマティックハンドバーム。イソップというと結構ピンク色のハンドクリームがベーシックかなと思うんですが、2年前ぐらいにこの紫色のタイプが新しく出て、で香りがもう少し草原というか、ピンクのイソップは結構柑橘系、マンダリンとかそっち系の香りだと思うんですけど、これはもう少し、クローブとかパチュリみたいなスパイスが結構強めに感じるハンドクリームかなと思って、イソップのピンクのも好きなんですけど、ちょっと気分を変えて紫色を最近は使ってます。ハンドクリームは結構お家にもいろいろあるので、気分によっていろいろ使い分けてます。あとおすすめしたいので言うと、これハンカチはタオルスタジオっていうところのハーフサイズのハンカチを使ってます。なんかこういうハンカチ欲しかったっていうような形をしてて、タオル地好きなんですけど、タオル地のハンカチって結構分厚くてかさばるなっていうのがちょっと思ってたところで、それがね、このハーフサイズのこのハンカチは2つ折りにしてもすごくすっきりしているし、普通のタオル地よりもちょっと薄手なんだけどちゃんと水分吸収してくれるくらいのサイズなので、とってもいいなと思って使ってます。タオルスタジオのハンカチはね、デザインもとっても可愛くて、このピンクと紫とこうベージュと水色みたいなこういう配色とか、そういうのもすごく可愛いものがたくさんあるので、2つ持ってるんですけど、それを交互に使ったりしてます。であとラムネ、結構集中したい時に糖分取りたいなっていう時はラムネを取ったりしてて、アンカーのモバイルバッテリーはなるべく軽量でちっちゃいタイプがいいなと思っていて、もうこれがぴったりだと思ってずっと最近も愛用しています。くすみブルーの色合いが可愛いのとちっちゃい、これでスマホ1回分ぐらいは充電できます。ケーブルも持ち歩くのめんどくさいというかかさばるんですけど、これはここからプッと出すと USB-C のポートがついているので、もうこのままスマホに挿せば使えます。こんな感じでスマホに挿してすぐ使うことができます。これコンパクトでとってもおすすめで、これはスリーブですね。韓国旅行行った時に彼と一緒にそれぞれなんかワッペンを好きなのをつけてアプリ消してで交換しようっていうので、なんか楽しんでやって身につけてます。スタバとか行った時に普通のスリーブもあるんですけど、これをこうつけるとちょっとテンションが上がるなと思って使ってます。最近花粉症なので目薬で、次のポーチはこの大きく開くナイロンポーチっていう、これも無印で買ったやつなんですけど、これと片手で開くフラットポーチっていう、これも無印のポーチで同じシリーズなんですけど、それを2つ無印で買ったポーチ使ってます。無印最近このシリーズとってもバッグの中身を整理するのにすごく重宝してて、いろんなサイズとかあるので自分のものに合わせて選べるのでおすすめです。こっちのポーチはガバッと開くのが使いやすくてよくて、ここに
イソップのハンドジェルとかリップトリートメントとかを収納してます。でこっちの片手で開くフラットポーチはこんな感じでパッと開くとすぐ取り出せるので、もうすぐ何度も使うようなこのリップとか、あとは香水とプレーリーカード、この3つをセットで入れてます。リップはねもうずっと愛用してて、もうまとめ買いしてるんですけど、セルボークエンスロールマットリップス04番、これをもうずっと使ってて、香水はイソップのタシットっていうものを使ってるんですけど、それをこの無印で買ったアトマイザーに入れてます。でプレーリーカードは自分の YouTube とかインスタとか、名刺代わりにこれをこうスマホにタッチすると自分の情報に飛べるよっていうカード、こうすぐ YouTube とかを紹介できるように名刺代わりに携帯してます。あとは細かいものが少しずつあって、AirPods とあとは財布、もう財布もなるべくちっちゃいものが好きなので、レザーの三つ折りでもう手のひらサイズのこういう財布を使ってます。これノーブランドというか、ちょっとどこで買ったかがちょっと思い出せなくていつも困っちゃってるんですけど、もうこれはね5、6年ずっと同じものを使ってます。使い込んでちょっと味が出てきたなと思ってなんだか気に入ってます。トラッシュって書いてあるんですけど、携帯ゴミ箱です。こうさっきみたいにねこうパカってこう開いて、ここにこういうレシートとかラムネをこう開けた時のゴミとか、そういうのをここに入れておいて家に帰って捨てるみたいなことができます。地味に欲しくてなかった商品だなと思って気に入って購入しました。でこれはエコバッグです。開くとこんな感じ。スーザン BIJL っていうオランダのブランドのトートバッグです。スコープっていうところでねこのブランドがたくさん売られていて、これいいのがまず配色かわいいテラコッタ色とブルーの配色とっても好きなので、それが気に入っているのと、あと大中小サイズがあります。これは M サイズ、スーパーのお買い物とかはもう全然この M サイズがちょうどいいなと思っていて、L サイズもあるんですけど、それはジムに行く時の服とかを入れたり、サウナ行く時に入れたりとか、そんな感じで活用してます。エコバッグって意外と可愛いの見つからないので、自分的には一番お気に入りのものを見つけられたなと思って、これはもうずっと使ってます。でこういう風に畳むとこれも手のひらサイズにコンパクトにまとまるので、いつもバッグに忍ばせて持ち歩いてます。で最後なんですけど、最後はカメラタッチです。ずっと愛用しているのはこの GR3X っていうコンパクトデジタルカメラです。これはね本当に気に入ってて、2年ぐらいずっと使ってるんじゃないかなと思います。軽いのと、あと大きさも手のひらサイズぐらいなので、スマホを下げてるぐらいにあまり重さを感じずに持ち運べるし、さっきのバッグとかにも全然すんなり入ります。普段の Vlog とかインスタのフィードとかに投稿する写真は結構こだわって色味の編集とかもして時間をかけて作ってるんですけど、ストーリーとかもうすぐ上げたいなっていうものはそこまで時間をかけられなかったりとか、もうすぐその場で上げたいので、そういう時にもうストーリーの写真とかは全部この GR3X を使ってます。色味を編集しなくてもとってもなんて言うんだろうな、クールな色味というか雰囲気のある写真が撮れるので、とってもおすすめです。でこれいつも使ってるんですけど、最近使い始めたのがこのインスタックスミニエボシネバっていうちょっと新しい変わった感じのカメラです。でこれはチェキはみんな知ってると思うんですけど、チェキに動画を貼り付けられるみたいなカメラです。ここからね普通にチェキが出てくるんですけど、ここでこう動画を15秒ぐらいの動画を撮っておくことができて、こうチェキ印刷するとそれがQR コードになって見れるんですね。 QR コード読み取るとその15秒で撮った動画が見えるようになります。チェキはずっとしてたんですけど、動画も見れるのって新しいなと思って、で最近もう本当にラフに彼とお出かけした時にちょっとしたものを撮るとか、みんなでわーってやったのを印刷しておくみたいな、そういう使い方できたらいいなと思って最近なるべく持ち歩くようにしてます。すごくこう着飾ったじゃないけど、こう綺麗に撮った写真とかはたくさんあるんですけど、
何気ない瞬間の写真って意外とこう意識して撮らないとなんか意外と少ないかもと思って、なんかこれはそこまで画質は良くないし、こうストーリーに上げるとかの目的で撮るようなものじゃないんですけど、チェキで形に残るので、なんか自分たちの思い出を残すのにちょうどいいなと思ってこれを愛用してます。このダイヤルでね、1930年代から2020年代までのなんかフィルターをこうくる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 って変えれるんですよ。レトロな感じの雰囲気でその思い出を残せるので、なんかちょうどいいなと思ってます。あ、そうだ、なんかよく質問いただくんですけど、この GR3X についてるこのストラップ、これもお気に入りで使ってて、これがねクランプラーっていうオーストラリアのブランドのストラップを使ってます。配色がこれもちょっと水色とオレンジみたいな配色が可愛くて、少しファッションのアクセントになるような感じのデザインなので、これもとってもお気に入りです。オーストラリアのブランドなので日本でもしかしたら買えないかもしれないんですけど、ちょっとチェックしてみてください。はい、というわけで最近のカバンの中身紹介しましたがいかがでしたでしょうか。気になったものとかこれの詳細を教えてくださいなどあれば、感想リクエストなどコメント欄でお待ちしてます。でちょうど数日前に桜をみんなで見てフォトウォークするみたいな予定があったんですけど、その時にちょうど今のバッグを持ってお出かけしたので、最後それをお見せできたらなと思います。ではどうぞ。We really like this. It's really good. のんちゃんはどれなんですか？私はアルファ7-5ジェスのモンドと、Yes。あと50、150の F2 投資の GM レンズ。It's on my feeling。すごいいいね。そうでもなんかちょっと使いたくて。マイクも、ここにある。割とお汁粉。美味しい。行くよ。でかくね？お、めっちゃカモに食べられちゃってる。鯉の餌をカモに食べられちゃう。Let's go。うわ意地容赦ないな。きれいきれい。
キアナギ。うんおー。初めて見たこれが咲いてるの。こういうの誰？あそこ。